皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、女性の美容外科医が検体の解剖実習の写真をインターネット上に公開し、大炎上している件について解説します。東京美容外科医の黒田医師がグアムで行われた解剖実習の様子を写真や動画に撮って次々とインターネットに公開しました。その投稿内容として、検体の解剖実習中と見られるような光景の写真の中には、参加した他の医師らと共にピースサインを送っているところや、非常に不適切だと思われる文言を添えての紹介などもされていたことから、インターネット上でこれが大いに炎上しました。その後、動画や写真を投稿した黒田医師だけではなく、東京美容外科の麻生委員長の謝罪姿勢や謝罪文などについても、新たな論点での炎上が発生するなど、インターネット上で大いに話題となっています。一体どのような点で炎上しているのか、そして美容外科業界で今何が問題なのか、合わせて解説していこうと思います。まずはどのような投稿を東京美容外科の医師が行っていたか、そこから確認しておきましょう。黒田愛美氏がグアムで行われた遺体の解剖研修の様子をブログ記事に上げ、インターネット上で写真や動画を投稿しました。例えば動画の中においては、いざフレッシュカバダ、新鮮なご遺体解剖しに行きますというテキスト文とともに、参加者らと手を振る様子などが映っています。そこで会場のグアム大学へ。このフレッシュカバダーとは何か。東京美容外科の麻生医師によると、フレッシュカバダーと表現したのは、ホルマリン固定のご遺体とは異なり、フレッシュフローズンカバダーという意味で、血が出ないだけで、ほぼ生体に近い状態で解剖ができるという意味です。シール法で固定されていれば、ホルマリン固定よりは長く持ちませんが、かなり長期間持たせることも可能となります。人間は死亡すれば、その後、腐敗のプロセスが始まることとなります。そこで、ホルマリン漬けにすることで、その腐敗のプロセスを大幅に遅らせることができ、長期間の保存が可能となります。麻生医師によると、ホルマリン漬けとはまた違った方法での遺体の保管状態を示しており、この方法だと、新鮮なという表現を行うそうです。そして、黒田医師の解剖実習の様子は、より詳細な場面についても動画で投稿されました。ただ、そこには大きな問題があり、ご遺体の様子についてもモザイクはかけているのですが、かかっていないところや、もしくはそもそもモザイクをかけていたとしても、それを撮影し、インターネット上に投稿すること、それ自体に問題があるとされています。この動画では、モザイクがかけられていた部分については、丸々白抜きで皆さんにはお伝えしています。問題なのはそうしたモザイクをかけていたとしても、説明文として上部に頭部がたくさん並んでいるよ、にっこりマークといったような形で、とても解剖実習に対する取り組みとしては非常に不適切な報道といったものが見られます。そうした不適切といった言葉がより強化されるのはこちらの写真。同じくこちらも一番手前に黒田医師がいてピースサインを送っています。また周りで参加していた何人かの医師らも集合写真かのようにカメラ目線で写っているところです。その後ろでは解剖実習中とみられる様子なども見られ、ご遺体にはモザイク処理がされていました。このような場面もやはり写真撮影の場としてはふさわしくないと言えるでしょう。インターネット上で様々なところでこうした投稿が拡散され問題点が指摘されました。これに対応する謝罪として黒田医師はこのような文言を発表しています。グアムでの解剖実習においての投稿で皆様に不快な思いをさせてしまって大変申し訳ありませんでしたと謝罪。写真に写ってしまったご遺体は全てモザイクをかけていたつもりでおりましたが、一部できていないところがありましたこと、また医師でありながら人としての倫理観が欠如した投稿をしてしまったことについて心からお詫び申し上げます。本当に申し訳ありませんでしたと続けた。そして経緯を説明。その他解剖研修の投稿なんかするな、不謹慎だなどとコメントがありましたが、以下 SNS 投稿した私の経緯を一応書かせていただければと思います。医師として解剖の知識とスキルの向上のために新鮮なご遺体で解剖させていただける機会というのは非常に稀で、基本的には日本ではできません。私は医師としてより向上し、患者様の満足度をより上げるため、今回の研修に参加することにしました。同じ医師の中でも
こういった機会があることを知らない医師も多く、この研修の話をすると、多くの医師が行きたいと言いますと説明した。実際、私は参加させていただいて大変多くの学びがあり、すでに日々の診療に生きています。より安全でいい治療ができていると確信していますとした上で、昨今の日本では美容外科医が増えてきて、美容の施術を受ける方も増えてきています。その一方、トラブルも増えてきています。そんな中で、こういったご遺体から学べるということはとても貴重な機会です。そんな機会があることをより多くの医師に知ってもらいたい。より多くの医師に知ってもらうことで、より安全に、より多くの患者様の満足度を上げることができると思い投稿しましたと綴った。最後に、ご検体くださった方々とそのご遺族の方々、またこの研修を開催してくださった関係者の皆様には心から感謝申し上げます。改めて人としての倫理観が欠如した投稿してしまったことについてお詫び申し上げます。大変申し訳ありませんでした。黒田愛美と締めくくった。黒田氏は謝罪をしたわけですが、この謝罪の中にはモザイクをかけるべきところにかけていなかった点などについてのお話をしていましたが、問題なのはそもそも解剖実習中の様子を写真で撮っていたり、その写真をインターネット上に投稿、その様子もまたピースサインを送るなど、真摯な取り組みをしているのをちょっと疑われる姿だったわけです。そうした批判は主催者である東京美容外科の麻生院長のもとにも多くのコメントが向かいました。解剖実習は東京美容外科が主催し、その中で所属医師の黒田氏が参加していたわけです。そこで他の医師の方からこのような X でのコメントがありました。ルールが違うのはわかります。撮影はしていいけど、ご検体などは SNS には上げないようにと事前に言われているはずですけどね。仮に言われなくても、普通は医学部で学ぶはずなのであげません。主催側で所属の医師なのに、そこすら徹底できていないのはおかしな話というような指摘がありました。これに対して麻生委員長がご検体を SNS に上げないよう注意事項は徹底していたのですが、当該の先生が SNS に慣れておらず、一部消し忘れていたようです。ご批判は真摯に受け止め、解剖セミナーへの主催は今後は下ろさせていただきます。ここでちょっとおかしな言い訳をしているのも、これもまた炎上の要因となりました。今回 SNS 投稿をしていた東京美容外科の黒田愛美氏は SNS に慣れていないと麻生委員長は言いますが、インスタ、TikTok、スレッズ、YouTube、アメブロ、X などにアカウントを持ち、非常に多くの投稿を行っています。例えば X の場合であれば14年前からそのアカウントの活動があり、慣れていないというにはちょっと無理があるでしょう。そして現在のところ、麻生委員長の X での対応としては以下のような謝罪文が挙げられています。当院医師によるグアムにおける解剖セミナーでの不適切な投稿を謝罪します。ご遺体を提供してくださった方々への敬意や配慮が欠けていた上に、検体を検討してくださっていた方々のご家族や医療関係者に多大な迷惑をかけ、他院の医療関係者あるいは美容医療に携わる様々な方々への信頼まで失墜させることになり、言葉もありません。部下をかばう気持ちもあり、初動で不適切な謝罪文を出し、X にて拡散され、さらに皆様にご迷惑をかけたのは私に責任がございます。特に臨床解剖に携わる先生たちにご迷惑をかけ、このことで医学生や医師、様々な医療関係者にまで波及してしまい、謝罪の気持ちを言葉にしようにも困惑してしまいました。今後二度とこのようなことがないよう、倫理面においても話し合い、教育を徹底してまいります。本来、医学生にもわかるような倫理が抜け落ち、見本を見せるべき先輩医師が行った行為につきましては、監督者である私に責任がございます。当該の黒田医師に対して殺害予告まで出てしまい、事の大きさにただ困惑するばかりです。東京美容外科としましては、今後の解剖セミナーへの院としての参加を取りやめ、希望者には個人での参加を促していきます。私も主催からは外れます。本来なら解剖の意義を一般の皆さんに説いて、患者さんに還元していかなきゃいけない立場にならなきゃいけないはずでしたが、私どもクリニックの所属ドクターが犯した愚行のために解剖セミナー自体がなくなってしまうことのないように努めていきたいと思います。大変申し訳ございませんでした。この謝罪文の中で初動の対応に問題があったということをお詫びしています。初期における謝罪文では、
まさに黒田愛美氏が述べていたようなモザイクをかけ忘れた点などについての言及などをしており、いやいやそこがポイントではありませんよというツッコミがものすごい多くの人たちから入りました。ただしこの謝罪文の中でもあるように、黒田医師に対して殺害予告まで出たというのは、これはやってはいけないことです。批判と殺害予告は全く別次元のものであり、殺害予告をするというのは、これはもはや犯罪行為と言って良いものです。そのような行為は決して行ってはいけません。当初の謝罪の中には、先ほども述べたように、かけるべきモザイクがかけ忘れていた部分があることや、もしくは解剖実習それ自体は全く悪いことではないのに批判されているかのような、ちょっと被害者めいた部分があり、そのことが、いやいや誰も解剖実習そのものについて批判しているわけではないのに、なんてずれた謝罪文だといった具合にして、それもまた炎上する理由となっていました。気をつけなければならないのは、解剖実習をすること自体を誰も悪いとは言っていません。それは必要なことです。ただし、解剖実習をするんであれば、検体として体の提供してくれた人たちに対する敬意は失ってはいけません。今回の黒田愛美氏の投稿というのはそうした意味で、解剖実習そのものに対する非常に軽薄な報道といったものが見られたことから不適切であり、不謹慎だという声が出たわけです。これは犯罪行為といったわけではありませんが、多くの人たちにとって非常に気分を害する行動であったことは間違いないと思います。また、これに伴って麻生委員長や黒田医師の過去の言動などについても非常に多くの問題点の指摘などが行われています。ただしこれはちょっとその他の問題として切り分けを行う必要があるでしょう。例えば反ワクチン活動をしているであるとか、エセ医療を大いに広めようとしているといったような点などについては、それはまた別の話として追求すべきことです。そしてそれとはまた別の問題としては、ここで黒田愛美氏や麻生委員長が言い訳としていた、現在美容業界においてはお客さん、つまり患者さんは増えているんだけれども、それに伴う医療事故なども多発している点、そのことについては社会問題化するのは間違いない状態なので、これは注意深く見ておく必要があります。年月の経過とともに人々の考え方は少しずつ変化するものです。10年、20年、30年前であれば、美容整形といったものは非常に限られた人しか使わないようなもの、もしくは隠してやるものだといったような風潮があったわけですが、そうした風潮は現在ではどんどんと変わってきました。お隣韓国が美容整形大国といったこともあり、その影響は日本にも広く影響を受ける人たちが出ています。これは当初は女性だけ、そして次は男性にもと、その広がりは今度は年齢についても低年齢化といったことを始めています。美容業界は基本的には自由診療の世界ですから、非常に大金を設けられる。そして総合病院のような入院患者がいるわけでもないので、24時間対応といったものが必要ない。それでいて多くのお金を得ることができるとして、医師になったらすぐに美容業界へと向かう直美と呼ばれるような現象も発生しています。少し政治的な話題をすれば、総合病院では経営が非常に厳しいといったところも多くあると言われています。一方で経営がうまく回っているこうした美容業界の医師らは非常に多額の富を得ていることでも知られており、こうした状況を考えれば公立の総合病院などでも美容診療科を作って、そこで保険適用外の美容診療などにももうちょっと積極的に取り組むのが良いのではないかと私は思います。そこで得られたお金を全体の経営の改善につなげるようなことへと持っていくのがいいと思っています。現在、美容業界はお客さんが徐々に増えつつあることから、これに合わせて儲かるぞと様々な人たちが参入し、それぞれが激しい競争を行っています。しかし、それに巻き込まれる形で多額のお金を払ったんだけれども、施術を受ける前に倒産する医療脱毛クリニックであるとか、安い金額の手術で受けられますよという広告を見ていったら、もう何時間もセールストークに付き合わされて、結局はより高い二重手術に
大金を絞り取られる人が出るといったような話や、さらには手術の失敗や感染症などの影響などによって、人生がめちゃくちゃにされてしまうような人の話なども出ています。今回の黒田愛美医師の SNS 投稿というのは倫理観について問われる事案だったわけですが、同時にお金の問題もまた美容業界に多くの医師を引きつける理由となっています。美容整形技術の向上のために解剖実習を行うというのであれば、ご遺体に対する敬意はしっかりと持ちつつ実習は行ってほしいですし、医師免許を持っているのであればお金儲け第一主義に走らないようにするとした倫理面においてももう少し考え直してほしいものです。というわけで今回は女性の美容外科医が解剖実習中の写真をネット上に投稿するなど、たくさんの人から批判されるようなことを起こしました。あなたはこの件を聞いてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。